なったリアラが初ライブを開催。でも1年生たちはまだピンときてなかったみたい。マルガレーテはスクールアイドルのライブに出たいのですか？そんな中、2人は少しずつスクールアイドルへの憧れを抱いていく。私たちもこんなスクールアイドルになりたい。ライブは大成功ったら大成功。進化したリエラをみんなに見せることができたわ。最高の夏の思い出をここにいるみんなと一緒に作ろう。そうして私たちリエラは最高の夏の思い出を作ることができました。これからこの11人で飛び込む新しい未来にはどのようなきらめきが待っているのでしょうか。11人の初ライブ楽しかったね。初めてこのメンバーで歌えた曲もあったし、ユニット活動もやっぱりやってみてよかったよ。カノン先輩がユニットもやりたいって言った時はどうなることかと思ったけどね。悪くなかったわ。マルガレーテ、最初の発案者はアネジャです。ディスカッションの結果、リエラの新ユニットをライブでお披露目するというトピックができました。さすがです、アネジャ。もうとまり、みんなで決めたことなんだから誰の発案かなんて気にしなくていいですの。そんなこと言いながらだいぶ嬉しそうね。ユニット活動は確かに良かったけどさ、11人で常夏サンシャイン歌いたいなんて私が急に言い出しちゃって本当に良かったのか？もちろんです。とても楽しい時間を過ごせました。私は常夏サンシャインを皆さんと歌えたことを生涯の思い出といたします。いくらなんでも重すぎでしょう。そういう時はね、最高でしたではしゃぐくらいでいいのよ。なるほど。ではこう言い直しましょう。人生の実績を一つ解除しました。おお、まるでゲームのようですね。そう、実績解除。デイリーミッション達成ですの。祝泊まりと歌うビタミンサマー達成。デイリーって毎日達成するつもりかよ。夏美ちゃん、ライブの直前まで毎日心配そうにしてたっすもんね。とまりちゃんがちゃんと楽しめるか不安だって言って私たちに何度も連絡してきた。隣のいるところでは言わないでほしいですの。アネジャが心配してくれた気持ち、今なら少しわかります。そうね。当日になって始まってからも私たちはライブが楽しめるかどうかなんてわからなかったもの。ですが今ならはっきりと言えます。私もマルガレーテもリエラの一員としてライブを楽しむことができました。ニンニン、そう言ってもらえると私も忍者になった甲斐があったよ。この部長はまた突然忍者になって。千里先輩、さてはその姿結構気に入ってますね。部長としては部員全員に活動を楽しんでもらいたいからね。上級生は楽しいけど下級生は置いてけぼりなんてもったいないじゃない。新人は練習漬けの毎日なんてショービジネスの世界じゃ珍しくもないことだけど、スクールアイドルだもの、みんなで楽しまなくっちゃ。ちーちゃん、とってもいいことを言ったところで悪いんだけど、もう練習始める時間だからそろそろ着替えておかないと。今日は忍者スタイルで練習しようと思ったのに気に入りすぎですの。しょうがないなあ。じゃじゃーん、早着替えの術。練習の準備ができたところで話を戻そっか。ライブでは予定になかった曲もあったけど、みんなやってみてどうだった？レンレンたちと歌う常夏サンシャインが楽しかったのは言うまでもありませんが、それよりも会場の盛り上がりが目に焼き付いてます。正直鳥肌が立っちゃったぜ。私が客席にいたら大声で叫んでたと思う。それくらいみんな嬉しい選曲だったってことだよね。お手柄だねメイちゃん。クークーが認めただけのことはあります。変です。なんであんたが得意げなのよ。ビタミンサマーも良かった。メンバーが増えるとステージの印象が変化するなんて科学の実験みたい。いろんな可能性を試してみたくなる。いろんな可能性か。そうだよね。リエラの曲は随分増えたわけだし、
試せることはたくさんありそうだよね。先輩たちが歌っていた曲を違う形で歌ったらまた新しい発見がありそうっす。そうっすよね、メイちゃん。ああ、そうだな。メイ。では今後の実現に向けたアジェンダが必要ですね。ところで練習を開始する時間だったのでは。続きは練習後のミーティングで。この前のライブを踏まえて次の方針を相談しよっか。それじゃあいつも通り基礎練から始めるよ。はーい。それでは次のライブについて考えたいと思います。何か意見がある人？意見ってほどじゃないけど、練習前にカノンが言っていた通りリエラの曲ってずいぶん増えたわよね。そうっすよね。ひなこがリエラに入ってからの曲も好きっすけど、その前の曲も聴いてみたいっす。これまでの楽曲すべてが積み上げてきたリエラの歴史ですから、ぜひ以前の曲もまた歌いたいです。それはずっと応援している皆さんも最近リエラを知ってくれた皆さんもきっと嬉しいと思います。じゃあやっぱり前に歌った曲を11人で歌ってみるのはどうかな。ほらさっきだって常夏サンシャインの話もしてたじゃない。そうだね、選曲も大事だけど何人で歌うかもう改めて考えなきゃだよね。それなら9人曲を11人で歌うより5人曲を11人で歌った方が変化が分かりやすいですの。確かに、もともと5人で歌っていた曲であればステージの印象が大きく異なりそうです。そのように変化を求めるなら、カノン先輩とクークー先輩が2人で歌っていたタイニースターズを11人で歌ってみてはいかがでしょうか。タイニースターズってこの前見せてもらった映像にあった曲でしょ。タイニースターズはカノンとクークーがスクールアイドルを始めた時に一緒に歌った大切な思い出の曲です。11人で歌うなんてあんまり想像ができません。ちょっとクークー。急に変なこと言ってすみません。ですがやはりこれだけは譲れないのです。タイニースターズはカノンと2人の曲にしておきたいですから、みんなで歌うのは断固拒否します。クークーちゃん。ありがとうございます、クークーさん。思ったことをきちんと言ってくださって。レンレンはわがままを言うなって怒らないのですか？スクールアイドルという活動自体、私たちのわがままのようなものです。でしたらやりたいことも嫌なこともはっきり伝えてくれた方が嬉しいです。レンレン、全員で歌うのは断固拒否しますが、そうですね、とまりとまるまるが歌っているところは一度どこかで見てみたいです。わかった、いつか聞かせてあげるから。私もメイと2人で歌ってみたいと思っていた。練習してみるのは問題ない？もちろんです。練習か、なるほど、その手が。いやでもさすがに恐れ多い。まあそれはさておき、タイニースターズはカノン先輩とクークー先輩の歌ってことで私も賛成だ。そうだね。変わらないものがあってもいいよね。私も今度タイニースターズを歌うときはまたクークーちゃんと2人がいいな。ああ、もう子供みたいに泣くんじゃないわよ。メイも涙を浮かべてうなずいてる。ちょっと怖いっす。せっかくなので動画に残しておきますの。姉じゃ。しかしスクールアイドルの歌にはそういった思いもあるのですね。勉強になります。クークーさんのおかげで一つ方向性が見えてきましたね。どの曲も必ず11人で歌えばいいというものではありません。皆さんが歌いたいと思える曲が良いと思いますが、いかがでしょう？それがいいと思うっす。でも歌いたい曲っすか。改めて考えると、しきちゃんは何かないっすか？私？強いて言うならノンフィクションのダンスは優雅だから踊ってみたい。いい選曲だとは思うけど、クークーはどう思う？ほら、
タイニースターズにもこだわりがあったみたいだし。さすがシキです。いいアイディアですね。そうよね。ってちょっと、さっきと反応が違うじゃない。ですが、何人で歌ってもセンターは変わらずスミレがいいです。ああ、そうよね。そりゃまあ当然よね。すみれ先輩照れてますの。照れてるっすね。そこうるさい。でも私が踊ってみたいというだけで歌う曲を決めて本当にいいの？そうだね。本当に歌うかはまた今度決めるとして、今はやってみたいって気持ちを確かめるだけでもいいんじゃないかな。誰か他にない？でしたら私とカノンさんたちを結んでくれた大切な曲、ウィッシュソングを皆さんと歌ってみたいです。いや、あの曲こそ先輩たち5人が初めて歌った曲だろ。大切だって言うんなら私たちは参加しない方が良くないか？ええ、とても大切な曲です。ですが、カノンさん、クークーさん、千里さん、すみれさんと私を結んでくれた曲だからこそ、メイさんやとまりさんたちとも思いを一つにして歌うことができたら、とっても素敵なことだと思うのです。5人を結んでくれた歌が今度は11人を結ぶのですね。素晴らしい考えです。レン先輩の大切な曲に私たちが？先輩たちの思いにふさわしいパフォーマンスをしなければなりませんね。身が引き締まります。ふさわしい？それどころか私が加わったことでより最高の歌にしてあげようじゃない。マルガレーテはいつも自信たっぷりですね。次のライブでどの曲をどう歌いたいか、みんなの意見が聞けたんじゃないかな。はい。そして5人で歌っても9人で歌っても11人で歌っても、きちんと歌で思いを結んでいれば、それがリエラの歌になると私は思います。5人を結んだ歌が今度は11人を結ぶ。それなら12人とか13人とか、もっともっと多くてもいいってことですな。数が多ければいいってもんじゃない。それ以前にもう他に部員はいないだろ。いるかもしれないっす。ゴーストメンバー？そうじゃなくて、ライブでもっとたくさんの人と心を結べる気がするんすよ。それって学校のみんなやリエラを応援してくれている人たちみんなと結びたいってことじゃない？そうっす、そういうことっす。応援してくれるみんなとも心を結びたいっす。リエラの歌が私たちとたくさんの方々の思いを結ぶ。そしてこれから先も歌い継がれていく。そうありたいものです。実際私たちの活動の結果、こうやって思いがマルガレーテと泊まりに届いているわけだしね。先輩たちが結んできた数々の歌と思いが私たちにも届いている。リエラってなんだかすごいわよね。入ってみるまで知らなかったことばかり。たくさんの曲を歌ってきて、大切な思いを込めて、それに多くの人と心を結ぼうとするなんて。マルガレーテちゃんにそう言ってもらえると嬉しいな。開けて初めてわかる。まるで宝石箱のようです。やはりアネジャがいるリエラに入ってみて正解でした。そんなこと言われたら嬉しすぎますの。宝石箱か。これまでのリエラの活動や楽曲、メンバーの変化、その全部が宝石ってことだね。はい。私たちの輝き一つ一つを皆さんに届ける、いろんなリエラの姿を見せられるライブをしたいと思います。では今度のライブでは久しぶりの曲を歌ったり、11人みんなで歌ってみたり、ユニット曲も忘れちゃいけないよね。私をセンターにしたギャラクシーエディションを用意するのもいいんじゃない？それはないです。なんでよ。リエラの魅力を詰め込んだ欲張りセット。それを聞いただけでテンションが上がるぜ。今のメイちゃんみたいにみんなに喜んでもらえるライブにしなきゃだね。
はいリエラの魅力をたくさん詰め込んだライブをしましょう。そこで私たちを結んでくれた大切な歌を皆さんで歌いましょう。よーし頑張ろうねレンちゃんきなこ今日からもますます一生懸命頑張るっす。楽しみだね楽しみいいライブにするわよ。いろんなリエラの姿を見せられるライブ、自ら言っておきながらなんだかドキドキしてきました。あの頃と同じように歌う曲もあれば、今の私たちがどう表現できるか挑戦する機会にもなるはず。ライブの光景を想像するだけで楽しくて、今晩はなかなか寝つけないかもしれませんね。